TSMC 日本工場量産開始。そして TSMC 株爆上がり。 NVIDIA 最新情報も。 NVIDIA の方がアジア本社の方がもう作りたいと。大家好、台湾台北にいるジャーナリストジョエル福澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はこちらのニュースです。台湾大手半導体メーカー TSMC の熊本工場が2024年12月に量産開始したことを明らかにしました。 TSMC によりますと、第一工場はすべてのプロセス認証を完了した後に12月に計画通りに量産に入ったということです。一方で量産を開始した具体的な日については半導体製造のプロセスの都合上明確に表せないとしています。TSMC は日本における安定した先端半導体生産拠点となり、グローバルな半導体エコシステムに貢献してまいりますとコメントしています。また12月27日の定例記者会見で熊本県の木村知事は、予定通りの時期の量産開始に喜ばしく思っていると話した上で、工場の周辺地域の地下水や河川などを調べるモニタリング調査を2025年1月に実施すると発表しました。調査結果は2024年度内をめどに公表したいとしています。第一工場ではこれまで日本では生産されていない回路幅が12ナノから28ナノの先端ロジック半導体を製造します。第一工場の隣接地に第二工場の建設も決まっており、2025年1月から3月に工場本体の工事を開始、2027年末までの量産開始を目指しています。なお2つの工場への投資総額はおよそ3兆円で、日本政府は最大で1兆2000億円の支援を明らかにしています。いよいよ量産が始まり、台湾ではどのように報道されましたか、ジョエルさん。そうですね。TSMC はもうこれから第二工場も始まりますなんですけど、第三工場はどうすればと、台湾の経済部長、各部長の方がもう毎日記者の方は書き込みますので、もう第三工場どこにいるんですか、熊本でやってますかと、そういう聞かせるがもう結構あります。もう一つは、決めるの方は、経済部の方、九州で TSMC だけでじゃなく、台湾半導体のサポートの会社作るの方、そういうことはほぼ決まりました。で、場所の方が多分福岡に落着すると思いますなんですけど、もしそういうサポートの会社が福岡に落着するならば、熊本だけでじゃなく、九州全般的、台湾の半導体のサプライズチェーンの方が全力でやるということが、感じます。なるほど。第三工場の動きにも注目が集まっているということですね。そうです。2025年に入ってからは TSMC 株が爆上がり。台湾株式市場では TSMC 株が史上最高値の1125台湾元、日本円にしておよそ5300円を更新しました。その要因は何なんでしょうか。理由は大体が2つがあります。1つの方が、これから AI 半導体ということの方が結構注目しますし、それで皆さんご存知のような OpenAI とか計算力が強い AI 先端半導体の方が必要ですので、だから TSMC 生産するの先端半導体の方が結構注目する。それが1つ。もう1つは、アメリカと中国の間が経済戦争がありますなんです。アメリカの方が半導体のニーズもう結構高まりますので、もうそれがもう一つ。もう一つは、これから AI とか、ロボットとか、それからもうやっぱり先端半導体とか、もうそれから必要のニーズが高いので、TSMC の絶好調ということがなっていますので。第一工場でも生産される先端ロジック半導体っていう、この先端半導体が大きな決め手となっているということですね。そうです。ちょっと面白いの話なんですけど、私の友達はね、TSMC が株の一番安いの時はね、1株の方は大体はね、300円くらいになってるんですよ。TSMC が熊本決まった時は、株価の方がもう600円になってるんですよね。300円から600円。300円から600円。だから彼はね、もっと上がいかないと思いますから、もうすべて売れちゃうんですよ。
うんうん。だから今のところはもうとっても公開する。まあ一番公開することはね、あの時600円くらいは売ってるなんかそういう株の方が一番公開しました。いやでもそういう方が一番ね株で、安全で儲かるっていう風に本ではね書いたりしてますけれども、そうですね。もっとギャンブルしたかったっていうことですね。そうですね。はい。そしてアメリカの株式市場は先ほど言われたように半導体株に期待が高まっていますよね。はい、ここで注目の会社といえば NVIDIA ということですけれども、こちら、はい、台湾からのリポートがあるそうですね。そうですね。今最新の情報としてはNVIDIA の方がアジア本社の方がもう作りたいと、場所の方は台湾なんですけど、台湾がどこに置いたということがもうちょっと考えしますなんですけど、最新の情報としてはNVIDIA の台湾本部、要するにアジア本部の方が多分台北市の南港、南の港のところが設置するという可能性が一番高いと考えします。理由は何点かあります。まず一つの方が交通の利便性が一番いい。なぜといえばご存知のような、日本作ったの新幹線、要するに高速鉄道と台湾鉄道と地下鉄のそういう場所がもう全て合わせるの場所なんですよ。だから社員の通勤とか国際的なお客さんの訪問移動するのは非常に便利なんですけど、もう一つは南港エリアの方がもともと台北市内テクノロジーの産業の中心地ですよ。だから今 NVIDIA の場所のとしてはもう研究センター、研究開発センターも一緒になってますので、3点目の方が台北市の優位性としては Google、メータ、要するに Facebook、Amazon など多国籍の企業本部もこっちにやってますので、外資系の企業が第一の選択の場所なんですよ。ただし問題がありますなんですけど、土地の面積の制約はね、NVIDIA の方は3ヘクタールという場所が欲しいですから、だから今空間としてはもうちょっと足りないので、台北市はもうそれがちょっとどういう形で満足するか、今もう一つの問題。もう一つの問題は電力の問題です。エネルギーの問題です。台北市の方が電力不足の方が結構そういう指摘がありますので、NVIDIA いるの場所は、電力問題はもし設置すればもう電力はどうすればいいですか、それがもう結構問題があります。だから今のところは台北市は最優先の考えするかもしれないと思いますなんですが、 NVIDIA の CEO ジェンセン・ファンさん今ちょうど台湾にいらっしゃるんですよ。だから、ジェンセン・ファンさんは多分今日か明日くらいもうちょっと場所の決めるのことが言うかもしれないけど、でもまた、そういうことはねはっきりまた決めてない。なるほど。トランプ大統領の就任後にも株価が変動しますので、この辺も注目ですね。ちなみにバイデンさんが大統領令がもうちょっと足しました。日本、台湾の方が友好国家でAI とか IC とかもこれいろいろがパートナーになってますなんですけど、これからトランプ大統領は、もうどういうことをやってるかもうちょっと注目しますよね。今年も TSMC どのような動きを見せるのか、そして第3工場の行方にも注目していきたいと思います。私は熊本と台湾のニュース発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。